時代は戦国時代中期の弘治2年1556年秋、室町幕府は衰退し、三好長慶や松永久秀が京をはじめ畿内を掌握していた頃である。今回紹介する合戦の舞台は千曲川や犀川が流れ、北国街道や飯山街道など交通の要衝でもあった今の長野県長野市周辺の北信濃。幾度と川の氾濫を繰り返してきたこの地は、その影響で川の中にいくつもの島があるように見えたことから川中島とも呼ばれていた。周辺を治める各豪族は信濃制圧を目指し北上する甲斐の虎こと武田信玄と戦うか下るかの選択を余儀なくされていた。その豪族の一つ、塩田城を拠点とする村上家当主村上義清と真田家当主真田幸孝は上田平の地の覇権争いをしていたが、真田家は即座に武田家に心中を選び、戦国最強騎馬軍団の後ろ盾のもと村上家の排除に成功。村上義清は越後の国を治める越後の龍子と上杉謙信を頼り、武田軍の北信濃侵攻を阻止すべく立ち上がる。領土拡大に躍起な武田信玄と侵略された豪族を助けるべく義で動く上杉謙信。両者は川中島で3度目となる対峙の時を迎えていた。父上、見てくだされ。このでかいイノシシを。おお、これは大きいの。信綱一人でやったのか？一人でと言いたいところですが、実は私めがこのイノシシに追われているところを忍びの若造がイノシシを仕留め助けてくれたのです。ほう、それは礼を言わねばならんな。その若造はどうした？この者です。名は忍びゆえ言えぬとのこと。わしは真田家当主の行孝と申す。我が子信綱を助けていただき感謝申し上げる。何か礼をしたいのじゃが、戦続きでご覧の通りの貧しい環境なのじゃ。何もいらん。そうは言われてもの。せめてもの気持ちじゃ。今の手持ちはこの6文じゃが、これだけでも受け取ってくれ。わかった。もらうぜ。その代わり、頼みがある。おお、何でも言うてみよ。この6文銭で獅子鍋を食わせてほしい。腹が減っておるのだ。ははは、なんと、受け取った銭を早速使い切るか。お主面白いやつよの。銭などいらん。いくらでも食っていくがよい。ただでは食えん。強情なやつよの。そうじゃなあ。この6文の銭が我が子を救い、そして空腹なそなたも助けたということで。以後、わしのお守りといたすぞ。それならよいな。わかった。6文銭か。三途の渡り賃でもあるな。よし、6文銭を、以後、真田の旗印にするぞ。信綱、よいな。さすが父上。誰でも簡単に描けますし、良い図案かと思いまする。信綱、近々雨飾り城攻めを行うゆえ、ルーの家にも伝え、急ぎ準備に取り掛かるのじゃ。承知。そんなことより、獅子鍋作りに取り掛かれ。馬場信房がやりおりましたぞ。善光寺そばの上杉の城、桂山城を攻め落としたとのこと。さすが馬場殿ですな。兄上、この木に越後まで攻め上りましょうぞ。せくでないぞ。しかし親方、この冬の時期に少しでも多くの城を潰しておくのは上策であると思うが。せくでないと申しておる。の、勘助。せいてはことを信じると申しまする。そう。完全に寝ておったの。まあよい。現状を説明せよ。さすれば、拙者が丹念に描いた絵図をご覧くだされ。これまでの4年間で、武田軍は2度北信濃を攻めるも、川中島あたりで上杉謙信率いる越後の軍に邪魔をされ続けてきた。1度目が、この八幡あたりでの小競り合い。2度目は、この犀川を挟んでの小競り合い。どちらも決戦には至らずであるが、塩田町、土石城、桂尾町、着々と武田家の領土拡大は進んでおり、上田平から
川中島南部までが武田家の領域となっておりまする。先ほどの知らせ通り、馬場信房対8戦はこの桂山城に落とした。そして真田幸隆の別動隊は現在天飾城攻めに向かっておるところじゃ。この時期豪雪で動けぬ上杉軍は間違いなく4月の雪解けを待って城奪還のため出撃してくる。それに合わせるように信玄殿の本隊は動けばよろしいかと存ずる。多様な悠長なことで、上杉の奇襲で馬場殿や真田殿に何かあったらどうするのじゃ。1万だけでも先行して向かわせるのはどうじゃ。正景殿、心配しなくとも謙信は奇襲などと小賢しい策は取らん。武田家は今北条今川との同盟が成立したばかり。この回を手薄にする時期ではござらぬ。そして動く時は一度にささっと。早きこと風のごとくじゃな。よし、北信濃への進行は3月末を予定とする。それまでは各自田畑の面倒をしっかり頼むぞ。食料あっての戦じゃ。くのいちおるか。謙信様、お呼びでしょうか。寒い中申し訳ないが一つ頼まれてほしい。飯野山城と横山城に急ぎ赴き、我からの伝言を伝えてほしい。はい、どのような。武田軍が攻め込んできたら決して無理に守ろうとせず、頃合いを見て退却するように。雪解け後に我が先陣を切って城を奪還するゆえ。かっこいいですわ。すぐに伝えに行きますね。まだである。まだ上杉は一枚岩ではない。今は信玄との決戦の時期にあらず。今少し時が必要。そして大義の名のもとの戦が。この頃の上杉謙信、当時の長尾景虎は越後を統一して間もなく家臣団の結束は決して強くはなかった。それでも義に厚い謙信には近隣の豪族からの要請だけではなく、京を追われた室町幕府の将軍足利義輝からの上洛要請も入るなど、武田家との決戦に踏み込めない状況にあった。こうして雪が解け始めた弘治3年1557年3月下旬。兄上、総勢2万の軍勢が整いましたぞ。よし、勘助、例の件は抜かりないであろうな。勘助、またか。なぜ出陣直前で寝られるのだ。寝てはおらぬぞ。例の作戦を練っておったまででござる。まあ、よい、頼むぞ。それじゃ皆の者、行くかの。こうして3月下旬、甲斐の国の武田家居城、つつじヶ崎館を出立した武田軍総勢2万は、武田信玄を総大将に、副将には信玄の弟信繁、小布虎政、山形正景、小山田虎光など、武田精鋭軍が信濃制圧の総仕上げとなる北信濃川中島へと向かった。対して越後の上杉謙信は、雪解けを迎えた4月中旬に約1万の軍勢で春日山城を出陣。武田に落とされた道中の山田城、その南の福島城を奪還すると、横山城に入り陣を構えた。遅れて川中島に到着した武田軍は、犀川の手前に陣を敷き、横山城の上杉本体の動きを注視する形となった。親方様、予想通りの構図となってござる。さようか。現在、謙信1万の本隊は、この横山城周辺に陣取っておる様子。すぐ西の桂山城には、馬場信房対8戦が詰めておりゆえ、簡単には城攻めもできぬであろう。千曲川を挟んで東に落とされた山田城、福島城は、おそらくは我が軍をおびき出すための謙信の罠であるゆえ、奪還に向かう必要はござらぬ。なお、天飾城を落とした真田幸隆隊参戦は、現在この本陣に合流すべく向かっておりまする。わかった。川中島で謙信と対峙するのもこれで3度目よの。謙信もさすがよ。和種を動かせんようにしておる。布陣を見るからに、こたびも先に動いた方が負けじゃの。しかし、
武田家臣団の結束を高めるためには、質の高い戦と、それに値する勝利が欲しいところよの。さようにございまするな。親方様、真田幸隆、遅ればせながら、ただいま参じへいたした。おう、幸隆、この度の雨飾り城攻め、見事であった。一兵も失うことなく落とした。そうじゃな。さすが、砥石城を一夜で占拠した真田じゃ。雨飾り城は、そのまま、そちの城といたすぞ。ありがたき幸せ。しかし、こたびの城攻めは、この忍びの小僧がいなくては、なし得ませんでした。おう、これが進言か。おい、口の利き方を考えよ。まあ、よいよい。しかし珍しい入れ立ちよの。名はなんて申す。それが、忍びの者ゆえ、名を言えぬと申しておりまして。しかし、名がなくては不都合じゃの。真田の助と、そうじゃ、サスケでどうじゃ。さすが、親方様、良き名でございます。以後サスケといたしましょうぞ。まあ、いいぜ。真田殿、この城を治める豪族のそなたに一つ頼みたいことがあるのじゃが。勘助殿、遠慮のうおっしゃってくだされ。武田に組したこの地の豪族を従えて、ここから北西の山あいの先にある上杉配下の小谷城を攻め落としてほしいのじゃ。城主飯森春森はこの戦場から離れておりるへ油断しておる。間違いなく攻略はたやすい。承知いたした。両軍睨み合いが続く中、真田幸隆率いる武田の別動隊2000は牧野島城を経由し山あいを進み、上杉配下の小谷城に向かった。サスケ、間もなく小谷城だ。簡単に敵情を調べてきてくれぬか。わかったぜ。わかったぞ。早いの。ざっと城内には3幕。東の斜面から車内へ進行するのが一番手薄だぞ。よし、部隊を二手に分けるぞ。500の部隊は西から攻める素振りをし、城兵の目を引きつけ、残りの1500で東から城へ総攻撃を仕掛ける。行くぞ。敵の攻撃を予期していなかった小谷城の飯森春森は意表をつかれた形で急ぎ防衛態勢を整えようとするも、あっという間に城内になだれ込んできた武田軍を止めることはできず、城は数時間で陥落。その知らせを聞いた上杉軍内には動揺が走ります。なぬ、小賢しい真似をしようって。なぜ信玄は犀川を渡らぬ、動かぬのだ。その後、上杉軍の度重なる挑発にも武田軍は乗らず、50日が過ぎた頃、謙信様、将軍、足利義輝様から急ぎの書状が届きました。武田との戦いは停戦とせよ。そして一刻も早く上洛してもらいたい。関東関連の職を託すゆえ。将軍が停戦と言われるなら、もうこの戦いに大義はない。奪還した城を元の豪族に返し、引き上げるとする。上杉謙信は室町幕府の将軍足利義輝の要請を受けるため、川中島から兵を引くことになりました。親方様、上杉軍の本隊が退却を開始しましたぞ。3度目の退治も我慢比べに終わりましたが。これでよい。こたびは川中島南の領土維持ができればそれでよい。謙信も家臣団の統率に苦労しておるのじゃろう。よし、我が軍も甲斐へ戻るとする。こうして信玄と謙信3度目の対峙となった第3次川中島の戦いは、両軍大きな衝突もなく引き分けに終わったのだった。それから3年が過ぎた永禄3年1560年、武田家の周辺で大きな事件が起きる。同盟を結ぶ南の今川義元が桶狭間の地で織田信長に討たれるという想定外の出来事が起き、武田、今川、北条の三国同盟に激震が走る。一方、関東関連の職を得た上杉謙信はこの機を逃さず、関東関連の大義のもと関東平定に動き出したのだ。上杉軍の進撃は凄ましく、短期間に北条家の居城小田原城にまで攻め込み、周囲の者は信玄を軍神と称えるほどであった。
親方、北条からの援軍要請が入ってござる。これを無視するわけには参らぬぞ。上杉謙信も小田原まで来ているとのこと。北条の軍とともに、ここで謙信を倒すのはいかがか。せくでない。勘助は寝ておるだろうの。起きておりますぞ。おう、珍しいの。こたびの情勢、勘助はどう見る？母、では、この丹精込めて描き上げた絵図をご覧くだされ。関東管領の権力のもと、馬鹿正直に関東制圧に取り組んでいる謙信は、三国峠を越え、武蔵そして相模へと関東の制圧に向け、南へ進軍しておる。このように、武田領の甲斐の国を取り囲むようにも見えまするが、義のない戦いはしない謙信が、東から我が領土に侵略してくることはないと考えまする。しかるに、北条を助け、謙信を苦しめる方法はただ一つ。この機に、上杉の居城、春日山城を落とすことにござる。じゃが、どんなに早くても、春日山攻めは翌年になる。それまで小田原が持つであろうか。8000ほど援軍と称して相模に駐屯させておけばよいであろう。あの巨大な小田原城じゃ軍心といえどたやすくは攻略できまい。わしも勘助と同じ考えじゃ。ならば川中島の最前線に春日山攻めの拠点となる城が欲しいの。それならばこの武田領の山城で囲まれた海津と呼ばれる綾の生い茂った平野部、北に千曲川を天然の堀とする縄張りで新たな城を築くのがよかろうかと。ほう、この地形ならば平城といえど簡単には攻め落とせまい。よし、勘助、そちが海津に赴け縄張りいたせ。高坂と小山田も同行し、信濃にいる馬場と真田も合流させ、夏までの完成を目指すのじゃ。こうして北信濃の最前線に武田流築城術で築かれた海津城は、最大の激戦となった第4次川中島の戦いの重要な武田の拠点となります。ちなみにこの海津城は江戸時代に入ると名を松代城と改め、松代藩に入った真田幸孝の孫真田信行が藩主となり、以後真田家の本城として幕末を迎えるのです。永禄4年1561年冬、一方佐賀に攻略中の上杉陣営では、武田が川中島に平城を築き始めたわ。信玄め、この機に我の城を狙うつもりか。考えそうなことではあるが、皆の者、小田原城攻略まであと一歩であったが、越後まで戻ることとする。そしてしつこい虎退治を行うぞ。居城に戻った上杉謙信は永禄4年1561年8月、総勢1万6000で春日山城を出陣。川中島に入ると善光寺横の横山城に5詰めの部隊3000を残し、謙信率いる本隊1万3000は海津城から南西に2キロ先の西女山に陣を構えて武田軍の到着を待った。海津城には高坂正の部隊2000が上杉の攻撃に対し備えていた。高坂からの一報を聞いた武田信玄は2万の部隊を整え、急ぎ川中島へ進軍を開始します。謙信め、動きも軍心じゃな。少し前に小田原にいたかと思えば、もう川中島に向かってきたか。戦いがいのある良き宿敵じゃ。信玄、おひさ。おう、真田の助と佐助か。久しいの。真田の里から消えたと聞いておったぞ。おう、ちょいと桶狭間で遊んでおった。織田信長の武勇伝は見てこれたか。まあな。それより、謙信の現状報告だ。昨晩、上杉軍は海津城すぐ南西の西女山に布陣、総勢1万3000だ。バカな。なぜ自ら武田領に飛び込んでくるのじゃ。補給路を断てば長くは持たんぞ。佐助、海津城の高坂に急ぎ伝えてくれ。謙信の狙いは武田との決戦じゃ。海津城への挑発には乗らず、
しっかり城を固めておくようにと。あと、真田軍は、急ぎ海津城へ入るようにともな。承知だぜ。今回ばかりは謙信との決戦になりそうですが、ひとまず敵の策を見定める上で、我が軍は上杉軍の補給路を断つことができる茶臼山に布陣するがよろしいかと。上策じゃ。川中島に到着した武田軍は、茶臼山に本陣を置くと、上杉軍の補給路を断ち、謙信の出方を見る策を取ります。しかし、数日経っても全く動かない上杉軍に痺れを切らした信玄は、西条山に発砲するなどの挑発行為を繰り返すも、それでも謙信は動きませんでした。何らかの補給手段があるのやもしれんが。ひとまず、茶臼山に監視部隊を残し、本隊は一旦海津城に入る。こうして武田本隊は地理上優位な茶臼山を離れ、高坂のこもる海津城に移動し、戦略の立て直しを行います。親方、わしに策がござる。申してみよ。上杉軍が西条山に入って20日は経ちまする。横山城からの補給路は立っておるゆえ、この暑い時期に13000兵が持つはずござらん。さすれば何らかの補給手段があるはず。降りてこぬなら裏から突っついてみてはどうかと。ほう。軍を二手に分け、裏手から上杉軍を突っつき、慌てて下山したところを本隊で叩くという、名付けてキツツキ戦法じゃ、とでも言いたいのであろう。さすが、親方、わしの言うことはお見通しでござるな。だわけが、西条山に上杉軍が13000もいて、それを突っつくのに、どれだけの兵がいると思っておるのじゃ。武田の総勢2万で攻めても、要害化された山の砦は早々には落とせんぞ。ましてや相手は謙信じゃ。待ってましたと、逆に海津まで攻め込んでくるわ。の、勘助。やはりな、怒る気にもならんわい。親方様、この策はどうであろう。おう、行高、申してみよ。山形殿と同様、軍を二手に分けまする。2万のうち、5000の兵を、深夜に西条山の南から、上杉陣営に侵攻する素振りを見せまする。上杉方は、おそらくその動きに気づき、南の防衛を強化するでしょう。その隙に、親方様率いる武田本隊は、千曲川、その先の犀川の渡り、横山城を吸収するのです。さすがに横山城を落とされれば、いや、落とされなくとも攻められると分かれば、あの謙信も西条山から降りてこないわけには参らぬであろう。そうなれば、この八幡原あたりで、陽動部隊5000、茶臼山監視部隊2000と親方様の本隊が、上杉軍を強撃で一気に叩く。さすれば勝利は間違いなしですぞ。さすがは策士、真田じゃ。よし、その策で行くとするぞ。要の陽動部隊5000は、行高、そちに委ねるぞ。高坂正信、小太虎正、馬場信房も行高を助け、13000の上杉をうまく牽制するのじゃ。万が一敵が撃って出てきた時は即座に海津城に撤退し、籠城せよ。この海津城は5倍の敵が来ようが守れる作りじゃ。こうして武田方の上杉おびき寄せ作戦が決まった頃、西条山の上杉陣営でも動きが起きていた。殿、さすがに限界じゃ。食料や水がない中、暑さにやられて倒れる兵が出始めておる。残念じゃが、ここらが引き際ではないか。そうか。味方の兵をこれ以上苦しめるわけにも参らぬな。残念だが、横山城まで全軍引き上げ、戦略を立て直すとする。そうと決まれば、今晩出発するぞ。武田方に気づかれぬよう、かがり火はつけたままでよい。急ぎ支度するよう、皆の者に伝えるのだ。永禄4年1561年9月の10日深夜、いよいよ決戦の日を迎えた。まず最初に動いたのは真田陽動隊5000。海津城から南に迂回するように西条山を目指し進軍を開始。続いて
上杉謙信の本隊1万3000が静かに西女山の陣を捨て下山を開始。その後、海津城に守備3000を残し、武田信玄率いる本隊1万2000が静かに進軍を開始。武田、上杉、両本隊の思惑は違えど、横山城を目指し、夜中のうちに進軍が開始されたのだった。まず最初に異変に気づいたのが、真田幸隆率いる5000の陽動部隊だった。まずい。西女山がもぬけの殻だ。なんじゃと。まさか、こちらの策を見抜いておったか。急げ、親方様の救援に向かうぞ。じゃな、馬場殿と大部殿は来た道を戻り、海津城経由で武田本体を追ってくれ。ひょっとしたら手薄な海津城を攻めようとしてるかもしれぬからな。わしと高坂殿は西女山を降り八幡原へ向かう。佐助は急ぎ茶臼山の部隊に出撃準備に入るように伝えるのじゃ。わかったぜ。その頃、上杉本隊は千曲川を渡り、武田方に気づかれぬよう急ぎ横山城へ向かっていた。遅れて海津城を出立した武田信玄率いる武田本隊も、上杉方に気づかれぬよう急ぎ横山城へ進軍。この日は盆地特有の霧が立ち込めていて、周囲が見渡しにくい状況での進軍であった。両軍八幡原を進軍する頃、日も明け出し、徐々に霧も消え始め、視界が広がった頃、両軍は思わぬ光景を目にするのです。火の文字が書かれた馬印。あれは上杉謙信の本隊だ。あれは風林火山の軍機。武田軍が現れたぞ。なんじゃと。どちらの軍も想定外の敵軍との遭遇に動揺が走った。策はバレておったか。さすが宿敵よ。しかし、これだけ隊列が広がっておっては、軍をまとめるのはきつい。ひとまず、各力の陣形にて迎え撃つしかないな。両軍は急ぎ陣形を整える動きを取るも、お互い1万を超える部隊の統率は簡単にはいかない状況であったが、空腹の上杉軍は死に物狂いの作戦に出ます。さすが、信玄、この時を待っておったということか。敵数が読めぬが、口にしてはおらぬ様子。ここは強行突破しかないな。柿崎、取った型車係で横山城まで突き進むぞ。承知。突破型車係とは、新手の部隊を次々繰り出し、一点を集中して攻撃し陣を破り、一気に突き抜ける作戦であった。対して信玄が選んだ迫力の陣は、鶴が翼を広げたような布陣で、敵軍を包囲するのには向いているが、兵数が劣っている時は不向きな陣形であった。空腹の上杉軍による立て続けの攻撃で、武田の兵はバタバタと倒れ、信玄の本陣まで到達する勢いであった。謙信様、この先に武田信玄の本陣がありますわ。なんと、信玄自ら来ておったか。これは、毘沙門天が与えてくださった二度とない好機。よし、皆の者、信玄の本陣向けて突撃だ。我に続け。武田信玄の存在を知った上杉軍は、謙信の号令で突撃のパワーが増大。強烈な上杉隊の突撃が繰り返され、ついに信玄の本体まで上杉軍が迫ります。兄上の本陣が危険じゃ。急ぎ向かうぞ。不覚にも寝ておった。親方はどこじゃ探さねば。信玄の弟、武田信繁、そして軍師山本勘助は、信玄本陣まで迫った上杉軍を食い止めるため、捨て身で防衛に入り、上杉軍の攻撃から信玄を守るも、次々と現れる上杉突破部隊についに近づき討ち取られてしまいます。武田信繁殿討ち死に。山本勘助殿討ち死に。なんと、信繁、勘助、己謙信。親方様、別動隊が到着しました。おう、来たか。よし、もう一踏ん張りじゃ。合戦が始まって3時間が経過した頃、ようやく西女山攻めの陽動部隊5000と茶臼山の2000の部隊が八幡原に到着し、上杉軍の後方から攻撃を開始。優勢だった上杉軍を包囲する形で武田の反撃が始まった。一気に劣勢になった上杉軍は、武田の荒手か。これ以上時間がかけられん。皆の者、我に続き、武田の陣を突破せよ。一気に横山城まで撤退だ。一斉突破を開始した上杉軍。その時、信玄の存在に気づいた謙信は、単身で信玄に駆け寄り、刀で切りつけ、
信玄はとっさに持っていた軍配で防衛します。我の大逆を見破るとは見事であった。また会おうぞ。これが軍神の戦か。策に溺れてはならぬな。さすが宿敵じゃ。信玄に一立ち浴びせた謙信はそのまま横山城へ退却。謙信に続くように上杉軍は武田の防衛が弱い箇所を狙い、一点突破を図り横山城へ退却していきました。退却する上杉を追わんでよい。この戦いはここまでじゃ。両軍痛み分けとなったが領土を守り抜き上杉謙信を退却させたぞ。皆の者勝ち時じゃ。こうして偶発的にも本格的な合戦となった第4次川中島の戦いは終わり、両軍合わせて7000人以上の死者を出した歴史に残る合戦となった。領土を守りきったことを勝利とする武田信玄。対して多くの武田家重臣を討ち取ったことを勝利とした上杉謙信。しかしどちらも負けを痛感した合戦であった。この3年後、第5次川中島の戦いが起きるが、小競り合い程度で終わり、その後両軍が相まみえることはなかった。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。